の理想形居飛車編。今日は駒組みの理想の形を勉強します。理想形をたくさん覚えていると実践でも有利に進めますので、覚えてください。今日は棒銀という形を覚えます。棒銀ってね、面白い名前ですよね。銀を棒のように進んでいくんですが、私もまずはじめにこの棒銀戦法を覚えました。覚え方は、とっても簡単なので、ぜひ、やってみてほしいと思います。まずちょっとおさらいから入るのですが、最初ね、居飛車戦法というのは右側に飛車、そして左側に玉を囲います。ですのでこの左側の銀は囲いの銀になります。そしてこの右側の銀が、攻めに使う銀になりますね。で、この銀が、理想の形はこの5段目までね進むのが理想の形なんですね。ではこの銀がどうやったら5段目に来るかということなんですが、それを今度棒銀という形でやっていきます。ではその棒銀とはということなんですが、この右側の銀を棒のようにね使っていくんですね。で、最終的にはこの銀がこの飛車と協力してこんな風に相手の陣地をね突破するのが目的です。ここまで来れば同金、そしてこの飛車が相手の陣地の中に入って竜になれば、これは攻めが成功したと言えますね。こんな形を目指しながらこの銀を進めていきます。実際具体的な進め方はこの飛車の近くにある銀を、このようにね上がっていきます。こんな風にね上がっていきます。上がる方法はねどういう風に上がっても大丈夫です。とにかくこの5段目を目指して銀を上がります。こういう感じですね。ここでもいいですし、ここでも大丈夫です。この5段目まで上がるというのをまずは覚えてもらいたいと思います。それでは考えてみようのコーナーです。考えてみようのコーナーです。さあ、この局面、今度はこの2-5のところに自分の歩がいます。この場合はどうやって銀を5段目の理想形を作るのが良いでしょうか。考えてみましょう。はい、わかりましたでしょうか。銀を5段目まで進むというのが、理想の形でしたね。この銀、まずはねこの2-5には自分の歩がいて進めませんね。そして3-5に出るのも歩で取られてしまって進めません。ということで答えは1-5銀とこちらに出る形になります。棒銀といっても一口に言ってもいろんな形があります。この5段目までまずは上がるというのを、目標にやってみてください。この形はよく実践でも出てくる棒銀の形になります。今日は、駒組みの理想形居飛車編ということで、居飛車の時の、駒組みを勉強しました。その中で棒銀という戦法をお伝えしました。覚えましたか？